ございます。はい。今回は国内旅です。はい。長崎に行きます。長崎はケンちゃんは住んでたことがあるんだよね。そう。2年間。私は日帰りだったか一泊で行ったことがあるけど、4年ぐらい前かな。うん。今回は2泊3日。はい。いっぱい食べれる。そうだね。僕のおすすめのお店を紹介するのと釣りもやるので、ケンちゃんの大好きなお店がある。俺の大好きなお店と大好きな釣りがメインですね。今回乗る飛行機はなんとソラセイドエアです。ポケモンのラッピングになってて可愛い。あれナッシーって言うんだっけ、ヤッシーだっけ、ヤッシーみたいな。俺ちょっとポケモンやったことないからわかんない。あとこっちもなんか EV の最近バージョンみたいな。これ何 EV じゃないよね。リス。リス。そんなガチな動物の種類じゃなくて。はい。ということで、今日朝4時起きだからマジ眠い。はい。7時5分発で行きます。羽田から。はい。はい。じゃあ機内行ってみますか。佐々木の感じがすごい。やべ、ズームだった。席は8の C かな。 8C じゃない。15じゃない？え、じゃあ俺変わってないかな。15で。梱包できてないじゃん。消えた。バラバラ。はい、ということで席バラバラです。なんで？変えたよね。変えました。まあいいけど。ということで、どうせ寝じゃあるから私。乗ってきます。はい。ナッシー、ヤッシー。はい、ヤッシー、はい、らしいです。知らないです。宮崎だからだ。宮崎で。あ、そこでもいる。じゃあ、バトン受け渡します。はい。カモメもいる。着きました。寒かったね。隣の人ブランケットもらってたけど、結構寒い。ずっと潔癖だから使えなかった。ドリンク美味しかったでしょ。これはアップルジュース。やば。普通にあごだし柚子でしょ。なんかソラシドのあごだし柚子が私は好き。スープ。あ、ずっとそうなの？コンソメスープじゃなくてソラシドはあごだしなんだ。
毎回あれにする私、はいで今日の予定今日の予定は今日の予定今日はは珍しくケンちゃんが決めます。まずここ大村空港、こっからこの辺まで行って道の駅から道のの駅大好きだからぐーっと下まで降りて諫早の僕が大好きな大好きなご飯屋さんで、そこからまあこっちまで行って硫黄島、この辺かな、硫黄島がで、その下が温泉で、淡雪硫黄島ってつながってんの？橋でつながってるここで、もっと下まで行って温泉行って、チャンスがあれば樺島、軍艦島とか見えるかな、この辺から。これかな、軍艦島。ケンちゃんのお父さんが言ってたやつだよね。そう、この下の、沈んでくみたいな。そう、これかっていうイメージですね。この間佐賀県行ったんだよね。その時は嬉野温泉行きたかったんだけど、ちょっと遠いからやめたの。ああ、上の方でしょ。近いね、長崎だもんね、ほぼ。そうじゃあレンタカー一番の乗り場に来るっていう。そう、今からレンタカー借りたんで、レンタカー取りに行きますか。はい、じゃあ行きましょう。はい、ここがケンちゃんのアナザースカイ。いや、1回目初めて来た。ここ初めて来ました僕。違う、長崎がだよ。セカンドホームでしょ。そうですね。何年いたの？5住み年たい街ナンバーワンですね。 5年ぐらい。2年ですね。全然いなか勝った。手に増やすね。今ね、レンタカーをしてはい15分ぐらいドそうです、ライブして、空港からうん15分ぐらいで、なんとここは道の駅ではないんだけど、道の駅っぽいところでアイスも食べれそうなところかジェな。ラートがある。そう、噂では聞いてたんだけど、ちょっと来てみたかったから。この周り梨園がいっぱいあるね。そう、なし。通るときはい、梨はい、っていうことで、いや、アイス食べよう。朝10時だけど、もう10時からって書いてあるので、そう今時間は9時43分。ぴったりですね。早い。なかなかこれで待ってる人いないと思うよ、始まるの。でも長崎の人優しいからみんな買わせてくれる可能性あるかもしれない。そう、今回長崎はケンちゃんは仕事がちょっとあるんだよね。まあ長崎の旅、私は3回目。僕はもう2年住んでたっていう感じですね。でもね、もしかしたら前回日帰りだったかもしれない。あー泊まった記憶あんまないんだよね。珍しいタイプですね。日帰りで長崎ってあんまりいないと思うんです。2時間あっという間だったよ、意外と。飛行機がポケモンのラッピングだったと思うんですけど、いや、ナッシうんーっていうポケモンで、今日7月4日だからナッシーの日なんだって。だから飛行機だったの？今日が初めてだって。ラッピング運行。そうなの？すごっ。机開けたところもモンスターボールだったし、うんドリンクのカップもナッシーだったし、この後ろのところもナッシーだし。撮ってる？撮ってるじゃあ載せます。あとこのテーブルのこう閉まってる時のここにも ABC ってさ、列書いてあるじゃん。書いてあった。それを見た。あそこもね、可愛かった。それを見た。B が謎の草の女の子みたいなので可愛かった。そのキャラは結構主要な人物なの？しよう。ナッシー？そう、ポケモン界であんなにラッピングされるほど主要な人物なの。若干サブキャラかな。サブキャラなのにあんな飛行機にラッピングされるって結構すごい。なんか宮崎県のなんとかって書いてあったけど、ヤシの木多いからかな、宮崎。いや、いいっすね、長崎は空気が土の匂い最高ですよ。もう大好きな街、長崎。アナザースカイ。違います。ケンちゃんのアナザースカイ。初めて来ました、ここは。晴れるといいけどね、釣りしたいんだよ。そうで、釣り大好きでケンちゃんが今回なんと2人ともこう機内手荷物に入るサイズの釣り竿を買いました。イカ釣ります今日、頑張って。じゃあ行きますか。行こう。入っていきましょう。なんか入れそうとか、みんな入ってるか。10時って書いてあるけど入っていいのかな。いいじゃん。一旦入りますか。じゃあパッションフルーツ。いくら？めっちゃ安いじゃん。
初めて見たんだけど、パッションフルーツ売ってんの。あれじゃん、スーパーで売ってたっけ？買ったじゃん私、すごい高いパッションフルーツ。ああ、一個1個買ったね。300円ぐらいするやつ。安いね。買って帰りたいな。やっぱね、野菜とかがいいよね。ね、もうコーンとか。これゆっくりね、見せないとね、みんな目が疲れちゃうから。ほら、アスパラも110円。うわ、スイカ売ってる。しかも安い。これで1500円。え、1500円。これも1600円。ご飯も美味しいし、人も優しいし。お、梅ジャム釣りもできるし、桃ジャム、本当だ、桃ジャム、珍しいっすね。カボッキーの金魚すけ季節。漬物見て、味180円だよ。あのさ、激安でしょ。東京のスーパーも結構美味しそうな魚は長崎みたいな。そうそうそう。あ、これですね、有名なのが、これ雲仙ハムかな。これは雲仙ハムじゃないですね。長崎の雲仙ハムっていうのがまだ有名なんで、それはそれで。豊富っすね。卵も、もう白の卵なんか売らないですから、長崎は。赤いのしか。ということで、こんな感じですね、ここは。お弁当とかも売ってるし。すり身揚げうまそう。じゃあアイス食べに行きますか。どう、いけそう？なんかいろいろ売ってるじゃん。パンもあんじゃん。パン見よる。パン一旦そっちすげえ、一目散に。アスパラとかある。トマト、アスパラ、ごま、抹茶、桃、そのぎ茶、金時、シャーベットなんだ。うん。塩ミルクも。そのぎ抹茶、フレッシュミルク、甘夏。そのぎ抹茶は何？西九州初の抹茶専門工場。そのぎ抹茶気になる。アスパラいいね。ちょっと強いかな、アスパラ。モーニングジェラートいい。抹茶、そのぎ抹茶っていうなんか西九州の抹茶と雪塩ミルクにしました。はい。たまたま食べたい味が全く一緒だったから2人で1個にしちゃった。そうですね。じゃあ抹茶から。上がミルクが良かったな。入らないっすよね。パンパンっすね。ほんのり甘みのある抹茶、美味しい。美味しいよ。美味しいですか？なんかそんな濃厚、あれがいる。そんな濃厚な感じではないけど、美味しい。抹茶の味がいい。ちょっともらっていいですか？じゃあいただきます。美味しい。特につのぎ抹茶だからどうのっていう感じはないけど、これがね、雪塩ミルク。ちょっとしょっぱい。あ、そう、ちょっとほじらして。美味しいこれ。ということで、どっち好き？抹茶。ということで、シュシュでした。シュシュ大村。次は、僕が大好きな
2年間住んでた時にとってもお世話になったご飯屋さんにすごい楽しじゃあアイス食ったら行きますか。じゃあレッツゴー。み。はい、来ました。ケンちゃんの思い出の聖地。こちらです。食事処林田さん。はい、学校の大将とお母さんお世話になって、優しいね。涙が出そうです。5年ぶり？そうだね。2年間いたんだけど、1年目の時は週2から4ぐらいのランチをここで食べて、ちょっとメニュー、今日のランチっていうのもあったけど、そう今日ねランチっていうのが何個か3つぐらいあって、いつも今日はイワシの定食、フライ？イワシのフライ定食か、とこれがスタンダードのやつもあるメニューかな。ケンちゃんのお気に入りは荒炊き定食。荒炊きか、なんかね、大将に言えばなんか出してくれるやつもあって、カマの塩焼きとか、カマありますかって言うとカマ出してくれたり。私だったら毎回カマになるしカマ大好き人間。カマはカマ、スーパーにカマあったらすぐ買うとか、なんかそれこそなんか今日入ってきたのがなんかあるから、これ食べますかって言うと、あ、じゃあそれでって言ったりとか、塩焼きだったら塩焼きしてくれたりとか、やっぱりね、楽しみだ。関東じゃやっぱ食べれないんだよね。なかなかないもんね、その魚新鮮なの定食屋さんがないでしょ、あんまり。あっても干物とかさ。そうだね、あれ干物、丸の内とか東京駅近辺にあるよね、干物焼き魚定食みたいな。でもあれじゃやっぱ新鮮って感じではない。普通に美味しいけど。営業時間書いてある、ここに。こんな感じです。11時、2時、5時、10時。基本的にはランチが多かったかな。で、たまに夜、帰り道だったからランチ食べて、で夜も来て。夜も2回来ちゃう時もあったね。夜ご飯食べに行こうって言って、夜も食べに行ったりとか。なんかさ、ケンちゃんから何回も話は聞いてたんだけど、もっとさ、こうなんか島とかにあるさ、なんか5人10人しか座れないようなのを想像してたの。なんかカウンターに4人ぐらいでテーブルが2席しかないみたいな。こじんまり。そう。そしたらめっちゃ広かった。カウンターと普通のテーブル席と、あ、奥にもある。そうだね。すごい広い。すごい広い。法事とかで使ってる人たちもいるのかな。大人数でね、集まる時もいいね。大将がね、最初はちょっとね、こわもてなんだけどね、優しいんですよ。聞き取れない。聞き取れなかった、うん、すごかったでしょ、うん、お母さんは全然平気なんだけど、うんうん、その後のなんかボートの話してんの全く聞けた。そんな赤旗、うん、そこだけ分かった。それが分かんない。ヌリンシャッタイとか言うからね、鉛がつく。そう、最初の出会いは最初そのまあなんか通ってたんだけど、慣れ初め、慣れ初め、うん、最初なんかちょっとこわもてじゃん、寡黙っていうかさ、誰ともあんま喋んなさそうな、ただ単にさばいてるみたいな、が俺が多分一人で飯食ってて、で焼き魚かなんか頼んだのかな、あ、分かった、サンマかなんか覚えてる、そのスそトーリー。うで、めちゃめちゃ俺が魚きれいに食べてて、きれいにね、そしたらすっごいきれいに食べますねみたいな、ありがとうございます、魚好きなんですかって言われて、めちゃめちゃ好きです釣るのも食べれる。釣るのはその時ね、始めたてぐらいあ、そうね、海釣りはすごいんだよ。なんか家でカマとか焼いてもすごいの、なんか猫が食べたように本当に残ってるの骨しかない。そうそれが出会いです、そのトークが最初っていう以上ですということで、僕が大好きな荒炊き定食
楽しみ。待ちますか荒炊きってさ、なんか荒炊きって言われるとさ、なんかそう俺もね分かんなかった最初荒炊きって何ってお米とお魚を炊いたみたいな雰囲気だけど、うん煮付けらしい。そう煮付け荒を炊くっていう荒炊きなんか荒が大好ききなんですよ。私はケンちゃんあが好きなのあケンちゃんがタイとか釣ってきて、それをお味噌汁にしてくれたりするんだけど、死ぬほどうまい。うまいね人生最後の日食べたいものそれになるかもしれない。ママのコロッケかあら汁カサゴのあら汁、タイかカサゴのあら汁、あら汁マジうまい。なるほどじゃあご飯待ちますかはい来ました。はいすごい量だね。やばいね開けてみる。はいオープン。ジュワイサキ？イサキって言ってたねイサキの煮付け美しいね。これはやっぱり日本人で良かったと思う瞬間ですね。茶碗蒸しがついてるのがねまた素晴らしいですねお味噌汁刺身がねやばいですね超豪華。最後の晩餐みたいな。イカも入ってるしアワビなんてやばいこのね昆布で巻いてあるやつはね、前も食べたことある、キュウリとツナ。すごい綺麗だよねやっぱり何から食べればいい？好きなのからすごいじゃんブリンブリンじゃんうん。ではこちらいただきます。いただきます。はいうん。うんうん。なんか淡白だけどうん脂乗ってていい。甘いよねうん。やっぱり九州がでも甘すぎないよ。あ本当。うん。え美味しい。これはね、うまいよ毎日ね食べたい。安いのよそれでもって和食もいいよね。今日はまあスペシャル定食ですねうん。いろいろよくしてくれる。茶碗蒸しなんていつぶりだろう。うん？やば。超柔らかい。うまいでしょ出汁が美味しい。うん刺身の粉調子でいっちゃう。光も何からそれヒラスかななんだ違うな振り系？タイあアジだアジ島アジかアジだねどう美味しい島アジだ島味。うんアジってもうなんかアジですみたいな味しない？多分それがヒラスかなこれ冷やす？うん。これ。あそうおいしい。うまいよねお魚好きにはたまらない。うんこの珍しい。昆布巻きみたいなやつ、うん。これですねきゅうりとお魚が。白身だねなんかうん。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 ちょっとしそ感もある。ああしそも巻いてあんのかなうん。はい続いて、ちょっと今がっついてナス触っちゃったんだけど天ぷらもいただきました。やばいっすやばいねめちゃくちゃいい豪華すぎるよ。宴会最後の晩餐出ます。うまいよねアワビがやばい美味しかった。アワビうまいよねなかなかアワビは食べれる機会ないこの大トロやばいよ。確かに
確かにやばい。もうベーコンみたい。本当に。溶けるね。体温で溶ける。白いご飯なんで食べてる場合じゃないんだけど食べたくなる。うまい。うまい、身が。縁側なんじゃん。ヒラメだ。美味しいわ、ヒラメ。ヒラメと縁側だ。ヒラメが一番美味しいかも。大トロ超えてる。刺身うまっ。縁側やば。ゴリゴリ。刺身超うまいじゃん。このお醤油が甘いのがやっぱ九州感が。九州あるよね。フルコースじゃん。し魚天ぷら来ました。かもさ、フルコースの全部フルサイズ。フルサイズフルコース。ということで食べてみましょう。東京なんか一回も行ったことこの年になって一回も行ったことじゃあ東京にいらしてください。で、ね遊びに。それでケンちゃんが釣り。ちょっとこっちに比べたら釣れないかもしれないです。でもね、サップではちょっと怖い怖い。こんな乗りに行くんですか。相手も見に連れて行きます。イルカはいいかもしれない。天草の。いや、魚釣りでいいですよ。魚釣り魚釣りたいでしょ。釣ってみたい。魚釣りしてついでに私は海を楽しむ。もう一滴したら秋口になったらアジゴを釣って花かけしてそのままここにあったのヒラス。ヒラメ？ヒラス。ヒラス美味しいっすよね。ヒラスコリコリしてて。こっちにあったのその前にあったのは島言ってた。でヒラメマグロも美味しかったよ。マグロはそういう大トロ。五島の養殖マグロ。縁側もありましたね。縁側。ヒラメもあった。ヒラメ縁側。全部当たりじゃん。いくよ。はい。大丈夫。はい。チーズ。美味しかったね。いやなんかパンパン。もうデニムのボタン外して食べてた途中。パンパンです。何が美味しかった？お刺身。一番好きだったのはヒラメのお刺身。あとアワビ。アワビもあったね。今まで食べたアワビの中で一番美味しかった。あともうたくさんありすぎて。豊洲？何？茶碗蒸し？違う。お刺身の聞いたことない。ヒラス？ヒラスね。ヒラマサね。ヒラマサ。ヒラスって言ってたね。そう。あれも美味しかった。美味しかった。茶碗蒸しもだし美味しかったし、プリプリだったし、煮付け？美味しかったし、天ぷらも普通にうまかったそうし、あのあと11時ぐらいに着いたんだよね、うちら。12、1、2、3、4時間いました。11時半ぐらいじゃない？ 1時半ぐらい、3時間半ぐらい。もうね、ずっと大将と久しぶりの釣りトークを繰り広げ、そうだね。幸せそうだった2人とも。じゃあデザート行きますか。入るかわかんないけど、今から2人で1個なら大丈夫か。これが長崎の素晴らしい景色です。見てください。そう、今ね、お店から5分ぐらい走ったかな。そうだね。海の匂いがする。こんなにいい景色が長崎にはあるんですよ。穏やかだよね。これ全部畑ですから、こっち側は。これでも自然豊かだ。最高ですよ。長崎ラバー。はい、ということで次はカステラにアイスクリームが乗っかったところに行きますか。5時までしかやってなくて、釣りしたいんだけどちょっと暑いし、一旦ちょっとそうですね、夕方狙いでカフェ行こうかなって感じです。じゃあ行きましょう。はい。
そうです。青葉ライドに出てた。ちょっとわかんないけど。最近のドラマだ。漫画？切れ端売ってんだって。本当だ。欲しい。じゃあ早速入りましょう。はい。5時までだからね。切れ端売ってるけど。購入すか。いつまで？いつか。これ？あ、これか。こっちもあるじゃん。これも違うんじゃない？本当だ。違う。これにしようか。それ。これがそのカステライス。もう一個のやつはなんかクッキーが乗っててアイスクリームの量が多いって言ってたね。いっぱい食べたからちっちゃいかもしれない。あとなんと切れ端買おうかなって迷ってたら無料。無料の切れ端。切れ端よりもひどいって感じ。冷えてる。いや、冷えてはいない。冷えてない。切れ端よりボロボロだから無料だったこれ。じゃあいただきます。はい。美味しいアイスクリーム。カステラうまっ。私カステラすごい好きなんだよね。そんな。よく買ってんだよ。カスうん。テラ大好き。これはペロッといけるわ。あっさり系ないっすよ。バニラ。えよ、うん。美味しいね。ソフトクリームって感じで滑らか。ここは有名なの？と思う。初めて知った。観光客には有名だと思います。カステラって美味しい。カステラがすごい甘いからアイスがさっぱりに感じるね。そうだね。だいぶ。ザラメ付き。美味しいです。別腹。いくらだったっ350円ですね、1個。け？いいおやつだ。うん。美味しい。ザラメもしっかりついて長て。崎に住んでたら毎日。そういう食べ方なんですか、それは。あ、スプーンなのかな。可能性ある。スプーンにしてはペラペラすぎ。次は次何？釣りっすか。う釣り温泉っすか。ん。いいよ。釣り温泉チェックイン夕食。チェックイン近かったらした方がいいかな。どう？近いと思うけどしよっか。じゃあそんな感じの流れでいきたいと思います。じゃあ次まで。おいしかった。はい。チリンチリンアイス。1960円で300円。 300円。あそこがハートだよ。ハート発見しました。皆さん遠目で探してください。あそこです。本です。はい、ということで魚釣りに来ました。今からエギング、イカを釣りたいと思います。ちょっと根がかりしそうという師匠のお言葉で優先順位低いこの子を選びました。なくなってもいいように。全員スタメンですうちの子は。ちょっとやってみます。はい。釣りがある。あそこあそこ結構飛んでる。糸、自分の糸見て。もっと
嘘。下見て真下にあります。もこれが慣れるまでねできないんだよ。うまっすぐに。このくらいで手離す。いつも早く手を落としたんで、あ、魚狙いにくい。いくよ。竿飛ばさないでよ。それはない。まあまあ飛んでる。あ、自分の見て、エギ、ほら、あそこにある。ダイナミックじゃん。こういう感じで練習します。はい。じゃあやっていきますか。はい。釣れませんでした。いや、釣りました。あ、釣れた。イカ。ちょっとちっちゃかったからね。そうバイバイしたんだけど。逃がした。一匹。10センチぐらい。15センチぐらい。300グラムぐらいかな。なるほど。そんなないかもしれないけど。リリースしました。はい。今7時56分。はい。天然炭酸温泉ノンモンの湯っていうところに来ました。はい。この前ケンちゃんが来たことあるとそころで、う。ここおすすめ。俺の。ちょっと9時までだから、はい。もう行きます。行きます。じゃあ入った後、感想。一応こう天然炭酸温泉なんで。はい。行きたいと思います。ドワー。はい。お風呂気持ちよかったね。はい。なんかぬるい30度ぐらいのところが源泉、炭酸泉の源泉、炭酸水の源泉で、あったかいのもあって、なんか交互に入るみたいな。そう。気持ちよかった。ぬるくて寒いくらい、ぬるい方は。温泉感満載でした。よかった。おすすめです。私熱々の温泉が苦手だから、ああいうぬるいところ好き。昼間行った方がいいかな。あ、そう、景色がいいかな。ちなみに露天風呂はないんで、あそこ内風呂だけ。あとは行く道の道中は海が見えて綺麗で、ドライブにいいね。そう、ドライブに。今からは今から一口餃子と唐揚げが美味しいお店に行こうと思います。もう夜10時です。はい。夜食。じゃあ行きましょう。はい、こう。お店入りました。混んでるね。一人でも来る。ケンちゃん来たことあるらしい。来たこと覚えてないらしいけど。覚えてるよ。2回行ったの。味は覚えてないでしょ。味覚えてない。味覚えてないんだって。だって2017年ぐらい。7年前ぐらいか。結構ね、サインがいっぱいあるね。私のサインもあった。頼んだの。一旦この焼き餃子と唐揚げの骨付きにしました。スープ餃子も気になるけど、ちょっと量見て考えます。じゃあいただきます。いただきます。結構脂っぽい。皮が薄くてちょっとサクサクしてるね。そうそう。美味しい。難
胡椒うまい。柚子胡椒ちょっとつけてます。うん。おいしい。これはペロッと食べれちゃうね。腹減るもんだよ。あんな食べたのに。うん、これプラス唐揚げが来るから。好きだわこれ。続いて唐揚げ食べてみます。熱いかな。なんかすごいジューシー。美味しい。揚げたて。うん。美味しい。味付けは結構あっさりじゃん。ということで本日の最後のご飯唐揚げ。ちょっと胃もたれしてるけどまあ美味しかったけど私は餃子の方が好きだった。餃子も結構脂っこかったね。俺は唐揚げの方が好きだった。ちょっとベチョベチョしてたからさ。ああ餃子がうん。もっとパリッとしてるんですよ。でもカリカリっていう音はしてたよね。外側は。中は確かにベチョベチョ系だ。今日朝4時起きだったからさ、もう寝ちゃいそう。まぶたが重い。まあ早く寝よう。明日に備えて。明日3時起きで釣りするとか言ってたけどどうなることやら。いや、明日しないっす。ね。明日もう違う旅館に行くんで、そこに行く途中に一発かまして。今日は普通のビジネスホテルなんだけど、明日はいいところというか旅館取りました。はい。雲仙の方に。はい。皆さん国内も見てください。で国内の方がさ、あこれいいなと思ったら行きやすくない？まあ近いからね。なんか何の不安感もなくさ、だらーっと行けるじゃん。うん。そう。海外だとやっぱり若干緊張感あるしさ、準備したりとかあるけど、長崎はやっぱソラシドが安い。9000円ぐらいだ9000ね。円ぐらいだった。片道。なんか JAL とか ANA もセールたまにしてるときはそのぐらいの値段あるっぽいんだけど、ソラシドはさ LCC だけどさ、広かったね。ドリンク出るからいいよ。足元。ピーチより広いよね。広い。って思った。サービス的にも LCC と普通のキャリアの間くらいな感じだ気がする。はい。ではまた明日お会いしましょう。はい。おやすみなさい。はい。